皆さんこんにちは、なるです。今回は日本の原風景が残る秘境、福島県の会津地方にやってきました。福島県は西から会津、中通り、浜通りという3つのエリアに分かれています。今回訪れるのはその中でも最も奥深い会津エリア。城下町の風情が残る鶴ヶ城や江戸時代の宿場町がそのまま保存されている大内宿、そして県のシンボルでもある雄大な磐梯山と猪苗代湖など歴史と大自然の魅力が詰まった地域です。そんな会津エリアのさらに奥へと連れて行ってくれるのが以前奥会津の動画でも紹介した JR 只見線。世界で最もロマンチックな鉄道とも称される日本屈指の絶景路線です。そして今回の宿は会津若松の奥座敷東山温泉にある向滝。江戸時代は会津藩の保養所狐湯として藩士たちを癒してきた源泉かけ流しの湯が今も湧き続けています。アクセスについてですが、東京からは東北新幹線で郡山駅へ、磐越西線を乗り継いで約1時間15分で玄関口となる会津若松駅に到着します。会津若松から小出まで只見線が通っています。おはようございます。今日は福島県のまた奥会津の方にやってきました。今日と明日で冬の会津を旅したいと思います。結構雪が積もってますね。でも道路はそこまでなくて今ほっとして運転しています。それで今日はまた只見線沿いの絶景ポイントと温泉を巡りたいと思っています。冬なので夏とは違った景色になりそうで楽しみです。それではまず只見駅の方に向かいます。只見駅にやってきました。はい、なんでここに来たかというと、本当はですね、新潟の小出駅から只見線に乗って会津若松目指そうと思ったんですけど、小出から会津川口駅まで電車が止まってまして、なので今回は車で来ました。でもどうしてもね、この電車とか雪景色が見たかったので車で只見駅までやってきました。で、線路の方に入場券を払えば、行っていいみたいなので行ってみたいと思います。左見てもらうと、ここからちらっと見てもらうと、あれ除雪車があと30分で出てきますんで、でこ
ここがもう線路なので、もう今柵がないから入っちゃう人がいるんで、そっちには入らないようにしわかてりました。ください。はい。で、このまま行くと今ホームの上を除雪されてる方がいらっしゃるんで、そこをホーム行って大丈夫なので。わかりました。去年は全然除雪が来なくて、ホームと線路の境がなくて、線路の雪がホームより上になるっていう状態だったんですよ。もう3ヶ月止まったので。あ、そうなんですか。そうなんです。でも冬は結構もうあまり動いてない。なんかね、だんだん弱くなってる感じがしますよね。でも毎日今除雪は出てくれてるので、ただこう雪が一気に80センチ、50センチって積もったから、トンネルの上とかにどんどん雪が積もってて、それが今落ちそうで、ただもう白川方面はしばらく止まるっていう感じだったので。駅も雪ですね。季節。すごい雪だね、なんてこっちは。これは動かないね、電車は。雪の量半端ないもん。だって線路にもほら、雪積もっちゃってるもん。すごいですね。でもさ、綺麗だね、景色。山にさ、雪がついてて綺麗だしさ、木にも雪がついててね、わざと振りかけてあるみたいで、綺麗です。すごい雪が積もってるね。前この柵さ、だって体の辺だったよね。本当だ。すごい、柵の上まで来て。やっぱ綺麗ですね、ここ。このさ、電車通るところも見たかったね。多分タイミング合わないね。そうだね、今日はタイミングが合わないんですけど。またね、雪の中さ、一生懸命走る只見線見たいよね。ちょっと応援したくなりそう。綺麗ですね。なんだっけ、霧が今日は出てなくて、はっきり山と集落が見えていいですね。なんか雪だからちょっと寂しい感じもするね。ああ、そうだね。これはこれでありです。それもまた情緒を揺さぶる景色です。何度でも季節変えてきたくなるよね。不思議だよね。そういう魅力が奥会津にはあると思います。次こそは電車に乗りたいなぁ。ね。確かに。ああ、本当に綺麗。
線が止まってるのを見えて、急遽この会津川口駅に来ましたが、来て正解でした。只見線とね、間近で接することができました。すごいね、この雪の中走るんだよ。ホームのさ、壁もすごいじゃん、雪。この中を懸命に走ってくんだよ。すごいね。頑張ってほしいですね。駅もめっちゃ綺麗じゃない？そう、駅もめちゃくちゃ綺麗。大きいよね、なんか。じゃなくて景色の。景色ね。景色もめっちゃ綺麗。こっちもね。只見川かな。この流れも近くで見えていい駅ですね。綺麗です。会津川口駅から徒歩3分、只見線の列車待ちにもぴったりの食堂です。カツが乗って、カレーが乗って、ラーメンが乗って、その下にご飯なんだって。ご飯もあんのこれ？うん、そう、下にね。カツ美味しそう。すげえサクサクじゃん。うわ、すっごい美味しいわ。サクサク。カレーと絡まって美味しい。麺もコシありそうな感じだね。合う。カレーとラーメン美味しい。麺がもちもちでさ、めっちゃ美味しい。で、縮れてるからさ、カレーとも絡み合って美味しい。なんか両方の良さが出ててめちゃくちゃ美味しいよ。スープもカレーとラーメン混ざってる感じかな。めっちゃ美味しいです。混ぜたくなるけど混ぜちゃダメなんだよね。書いてたね。ね。いや、美味しいですね。珍しい。なんか最後はスープカレーみたいな感じで食べれる。本当はそれだ。それ言いたかった。確かにスープカレーだ。美味しい。カレーミックスラーメンお腹いっぱいになりましたね。俺が食べさせられたんだけど、いつもは取られるのにお腹いっぱいの時は食べさせられてかわいそうなもんだよ。確かに嫌なやつだね。ごめんね。すいません。美味しかったね。最後まで美味しく食べる。店員さんめっちゃいい人だった。そう、お店の方もすごいいい人でね、いろいろ花火さんのことを教えてくれて楽しかったね。お腹いっぱいになったので、ここで温泉に行きましょう。はい。ここから15分ぐらいで行けると思うので、また車に乗って行きましょう。はい。まもなく右方向です。その先目的地付近です。1729年開湯の歴史ある奥会津の秘湯で、日本秘湯を守る会の会員宿です。日本でも珍しい天然炭酸温泉が特徴で、貸切風呂月と太陽では玉出し温泉と八丁温泉の2つの源泉を源泉 100% かけ流しで楽しめます。
です。めっちゃよかった。炭酸もなんか入り口から出たタイミングで炭酸がシャ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 ってなって、ブツブツって感じだったね。そうそう、初めて見何もちょっと張り付いて気持ちいい感じだったね。た。はい温まりましたね。はいこれで次のところに行けますか。はい、はい。行きましょう。100年かけて湧き出る奥会津の天然水と地元産の青葉と豆、天然にがりで作る手作り豆腐の専門店です。すごい柔らかいよ。美味しい。滑らか、口当たりがすっごいいい。滑らかなんだけどちゃんとしっかりしてるんだよね。美味しい。凝縮されてるのが青葉と豆だからかさ、豆腐が真っ白じゃないんだよね。確かに真っ白じゃないの。そう、ちょっと緑がかってる感じな。それは不思議。なんか独特の世界観だね。お店も。の中もすごいね。なんか異世界みたいな感じだよね。森の中って感じ。ドーナツいただきます。すっごいふわふわなの。豆のいい匂い。ふわふわだよ。ほんのり甘くて美味しい。デザートにぴったりだね。美味しい。豆の感じするよ、ちゃんと。江戸時代に会津藩の指定保養所狐湯として親しまれ、明治6年に旅館として創業しました。国の登録有形文化財第1号に指定された木造建築と美しい地泉回遊式庭園、源泉 100% かけ流しの温泉が魅力です。
お庭のさ雪見ろうそくめちゃくちゃ綺麗。すっごい綺麗。なんかカゴの中にろうそくが入ってるのかな、このカゴの網々が雪に反射してさ広がってるふわーってそう明かりが広がっててすっごい綺麗。柔らかい明かりでさライトアップとはまた違った良さがあるよね。なんか安心する明かりって感じですね。綺麗。めちゃくちゃみんなこれ庭を囲うように部屋があるのかな。あーぽいね。全部そうなのかな。全部じゃないと思うでもいろんな角度から見れていいね。けど、あーほんと綺麗だよ。お待ちかねの夕飯です。すごい部屋に持ってきてもらいました。全部美味しそうですね。はい。この濃いじゃない、なんといっても。びっくりした、ちょっと。びっくりした。こんなに大きいと思わなかったからびっくり。でね、会津藩直伝、江戸時代からの恋の甘煮なんだって。有名なんだね。ねえ、江戸時代からだよ。すごい。じゃあ食べてみますか。こんなに大きいの食べたことないわ。どこを食べればいいかもさ、ちょっとわかんなくない？全部いけるの？骨とかもいけるのかな？ではいただこう。ご飯に合いそうだね。甘じょっぱいからご飯に合う。これ皮付きなのかな？うわー美味しい。なんか生姜っぽい匂いとか味もする。すごいね。ちょっと食べるの勇気いる感じだったんだけどさ、美味しい。こっちも濃いって言ってたね、この、なんだっけ。お刺身？ね、これも濃いなんだよね。煮たやつと生ってか、刺身？お刺身？両方楽しめていいね。この濃いの甘煮さ、食べれなかったら真空パックで送ってくれるって言ってた。あ、いつだね、多いから。すごいね。甘くて美味しい。いやー、すごいな、これが続いてるってね。体内燃焼ゴンボ湯いただきますね。揚げたごぼうを汁の中に入れて飲んでくださいって。うわ。美味しい。ごぼうがシャキシャキで、このスープともすごい合う。なんか健康に良さそうな感じ。体内燃えそう。美味しい。ちょっとこのごぼうが焦げてる感じがいいね。焦げの苦味が合わさって美味しい味になってる。美味しい。なんかリセットされた気がする。食べたもの。
ただきます。朝から美味しそうですね。はい。温かいものが2種類あります。お味噌汁とニジマスのせいろ蒸しだって。すごい、ね。珍しいね、もうちょっとしたら食べれると思います。お味噌汁いこうかな、じゃあ。あったかそう。熱々あったかくて美味しい。豆腐となめこだ。健康的になりそうなご飯だよね。嬉しいです。湯治場に来たって感じじゃない？昨日から思ってたんだけど、お米美味しいよね。会津のコシヒカリ美味しいね。そんなあるんだ。やっぱさ、夏は暑くて冬は寒いから美味しい米ができるのかな。ああ、そういうことね。新潟近いしね。確かにね。お米美味しいな。貸し切り風呂にやってきました。貸し切り風呂は3つあって、その中の1つ、鈴のお風呂にやってきました。天井にスノーマークが書いてあるお風呂です。浴槽はちょっと小さめですね。大人が1人でちょうどいい、2人ぐらい入れるような浴槽です。で、お風呂の中は青いタイルで壁が張られてて、緑っぽい色でも塗られてて、すごい可愛いお風呂です。なんかお部屋とはまた違った趣があっていいですね。レトロで可愛い感じです。温泉の温度はちょうどいいです。源泉はでも56度でめちゃくちゃ暑いみたいなんですが、今はちょうどいいです。で、上は透明です。肌に柔らかく包み込むような優しい温泉になっています。お宿どうでしたか？ああ、ゆったりできたね。ゆったりできました。何か所もお風呂あるの嬉しいね。きつね湯あったかいやつやね。熱いやつやね。そうめっちゃ暑かったけど、じんわりと体が温まって気持ちのいいお風呂でしたね。全部さ、なんかタイル張りでなんか洋風お風呂だったね。それも建物と雰囲気とまた違ってよかった。あとここはやっぱさ、会津藩主の保養地だったからさ、このお風呂に会津藩主も入ってたのか、会津の人たちも入ってたのかって考えながら入れて楽しかったです。なんか面白かったね。あと中庭もさ、やっぱ綺麗だし、
よかったね。いろいろさ、こうやっていろんな建物の方行ってみるとさ、本当にこの山の崖に沿って建てられてるっていうのがよく分かったそう、ね。階段とかも。そうそう、階段めっちゃ長かったよね、高いところは。ねえ、すごかったです。他にはもう、昨日のライトアップも綺麗だったし、ライトアップしてない時も綺麗だね。はい。いやここもなんか老舗旅館って感じの。そうだね。はい老舗旅館だったね。格式高い感じでした。でも歯ブラシとかないからさ、忘れずに持ってこないといけないね。あ、そうだ、買えます。最悪買える。買えますが。あと、アメニティにこだわりがある人は持ってきた方がいいかもしれない。ああ、確かに。私は気にしないタイプだけどね。はい。名残惜しいですが、帰りますか。はい。帰りますよ。はい。はい。